バレットでけえな。はい、ガス風呂作っていきます。はい、穴開け加工していきましょう。いやー、大迫力ですね。いや、トリガーどうしようかな。はい、溶接してね、ガスタンク作っていきます。いや、全然漏れ漏れなんだけど、ピストン自作します。ウォーターバレルいい感じに動いてますね。煙と光が同時に出ます。さあ、打っていきましょう。いや、弾出るかな。これ大丈夫かな。はい、皆さんこんにちは。エアソフトテックです。今回ご紹介するのはですね、こちら M82 対物ライフルのねエアソフトガンです。はい、こちらなんか小包ね2つに分かれてますね。こちらはねヤフオクで購入いたしました。スノーウルフのねバレット M82A1 ということでエアコッキングタイプのエアガンです。開けてみましょう。おー、でかいな。これ本当にね箱が大きいんですよ。見てください。こちらスノーウルフのバレット M82A1 対物ライフルですよ。すごいな。こちらマガジンもでかいですね。すごい。プラスチック製なのかな。カンカンとね音がしますね。予備マガジンもね付属してました。BB 弾が入ってますね。うわめっちゃ出ちゃいました。いや、まあ中古ということでね、前のユーザーが入れたまんまね出品したんでしょうね。はい、いろいろ付属品ついておりました。これはバイポットかな。綺麗に梱包されてますね。すごいな。金属製で重たいです。後でつけていきましょう。こちらバイポット基部のパーツですね。こちらも丁寧にマスキングテープで巻いてありました。これがアウターバレルですね。重たいな。アルミ密本物ですね。すごいマズルブレーキ。はい、大迫力です。はい、本体の方。すげえ。はい、落としました。なんかね分割機構になってるみたいですね。びっくりですね。はい、中身もねこんな感じで、意外とねピンで押さえるタイプなんですね。はい、ボルトもね重たいですね。なんかカバーのね頬付けするところちょっと赤がついてましたね。汚ねえな。はい、組み立てていきましょう。バイポットねこちらも組み立てていきます。金属製ですね。やや錆が浮かんでるんですけど、これはね黒染めの処理なので錆が浮かぶっていうのは仕方がないかなと思います。基部がちょっとぐらついてるんだけど大丈夫かな。やってみましょう。スプリングとネジで固定していきます。いいですね。組み上がりました。これは M60 とかと同じタイプのバイポットですかね。いいですね。かっこいい。はい、こちら小さいピンクの方の小包開けていきましょう。何が入ってるんでしょうか。これは ANS オプティカルスコープかな。スコープですね。なんかね出品者曰くすごい大口径のねこちら望遠レンズが入っております。この小箱には何が入ってるんでしょうか。BB 弾がね着弾してもレンズが割れないようにするカバーですね。はい、開けてみましょう。これはすごいぞ。このねレンズが大型のものをねバレットにつけると映えますよね。やっぱりレンズカバーもちゃんとついてますね。綺麗ですね。ほぼ未使用なんではないでしょうか。ちゃんとねこれフォーカス調整できます。こちらが倍率でしょうか。いろいろノブがね調整できるようになってます。レティクルこのような形です。いいね。組み立ててみました。屋外で撮影しております。奥にあるのがね中華系ナーフのねバレットなんですけど、やっぱり貫禄が違うな。素材もしっかりやっぱり造形のクオリティがねスノーウルフの方が高いですね。いいな。バイポットかっこいいよね。金属製のねいいですね。はい、ここからねこのねバレットを丸々分解してそっからねガスブローバックライフルを作るっていう
そういうことをやっていきたいと思います。こちらシリンダー、Amazon で買えるねエアシリンダーなんですけど、すごい安いんですよ。1000円何本ぐらいで買えるんですけど、これのねそのシリンダーの交代機構を使ってガスブローバックガンを作っていきたいと思います。はい、こちらがね M5 タイプのネジ切りがされているカプラーですね。エルボーじゃないとちょっとね収まらないので、こちらを Amazon で購入しました。いいね、穴にもちゃんと入りました。よーし、これでねガス風呂作っていきます。はい、こちらがねガラクタ屋様のねガラクタ屋さんっていうねYouTuber の方がおられるんですけど、その方のね動画を見て作った発射機構でございます。改正銃刀法によりましてこういったね作り方を伝える動画のあり方っていうのも微妙なところがありまして、詳しくは説明しません。一切説明しません。でモザイクかけております。真似しないでください。はい、お願いします。はい、それじゃあねやってみましょうか。試運転ということでスプリングね、リターンスプリングつけまして、どうなるかな。おー、動きましたね。なんとかねシャクトリムシみたいな動きですけど動かすことができました。ただねスプリングでリターンさせるときに排気弁側がねちょっと排気の穴がないので、空気の逃げ場がないのでちょっとリターンがね遅いのがね難点ですね。はい、こちらがね基部、先ほどのねシリンダーを固定するために穴を開けていきます。どの位置で固定しようかなって今悩んでいるところですね。はい、とりあえずねボール板でね穴いろいろ開けていきます。開けていきましょう。どんどん。もう後戻りできないですね。はい、開きましたね。はい、こちらのね固定板の方もね加工していきます。どんどん穴開けていきましょう。はい、これね組み立てていきます。一応ねこのようにねシリンダーのね部分入ることになります。ヤスリでね微調整していきます。でシリンダーの先端にねネジが切ってあったのでボルトともね一応ネジ止めにしてみました。動きましたね。動きましたでこれねエアコッキングのねエアガンだったんですけど、このエアの力でねコッキングですることができました。なのでハイブリッドガスガンといいますか、コッキングをガスでやって発射ガスはコッキングした時のスプリングの戻る力でエアーでやるっていう、そういうねちょっと変わったエアガンもできますね。これの利点はね初速が上がらないんですよね。エアコックと同じなのでスプリングの強さが一定なので初速が上がらないのでかなり安全なものができるんですけど、今回はねちょっとコンセプトがまた違うので普通のブローバックガン作っていきます。はい、こちらトリガー部分ですね。このようにね小型の急速排気弁のこっちの部分をねトリガーを引いた時にこれが押されるような形で加工していきます。はい、急速排気弁側のねこの排気口ですか、排気穴の方も切り落としてこのスペースにねねじ込んでいきます。トリガーもね組み立てていきましょう。どうかな、動くかな。いいですね。ちょうど押されるような形に落ち着きました。トリガーも組んでいきます。でねこれノズル側にエア供給するんですけど、こんなねいいものがありました。ホームセンターにエアコンプレッサーのガンの先端につける伸縮式のねノズルですね。この伸縮機構をそのボルトアクションのバレットだったところのねノズルと入れ替えて伸縮してもエアが漏れないような形で作っていきます。これがねノズル置き換わるんですよね。でちょうどね 6mm なんですよ。この外径がぴったりで本当にね運が良かったなって感じなんですけど、収まるようにね旋盤で調整していきます。こちらもねノズル切り落として内部に穴開け加工します。
で上から芋ネジでね固定しちゃいます。もうね芋ネジで固定しちゃいます。はい、こちらね後ろのパッドプレート部分ですね。これをどうするかと言いますと、外部ソースでねエア供給してもいいんですけど、せっかくならねワイヤレスで打ちたいっていうことで、こちらのパッド部分にねガスタンクをね自作で作っていきたいと思います。ガスタンクですよ。ガスタンクどうやって作ろうかなって考えたんですけど、とりあえずね 0.2 ミリ厚の鉄板を用意しました。でね鉄板を切って溶接して箱を組み立てて、そこにガスを入れてやろうかなっていう算段で今やってます。このねバレットの後ろの部分のね形を描き写していきます。はい、それをねバンドソーで切り抜いていきます。はい、どんどん切り抜いていきましょう。いいですね。はい、切り抜いたものをね2つ用意します。でね各辺のね長さを足していって、一番長い部分とねいろいろ足していって、このアングルにね書き写していきます。めちゃめちゃ大変だったな。で切れ目を入れて折り曲げていきます。綺麗にね角度が合うようにね何回も折り曲げ方を変えて微調整していきます。もうちょっと折らないとダメですね。こんな感じでね地道にね作り上げていきます。ここがねきちっとね隙間なく合ってないとガスが漏れちゃうんですよね、おそらく。僕ねガスタンクはねさすがに作ったことないので初めての体験だったんですけど、いやー結構大変ですね。市販のものをね流用してもいいんですけど、結構シリンダーのストロークから考えてガス容量必要だと思うんですよね。で途中で息切れしちゃうのも嫌なので大きめにちょっと作ることにしました。はい、それではね箱組み立てていきます。ガチガチにね溶接していきましょう。板がね本当にね薄いのでいつ破れるかわからないっていう状況で結構苦戦しました。はい、出来上がりです。このようにねホース直付けでこんな風な構造になる予定です。でその前にですねホースのカプラーがつく穴を開けまして、タップでネジ切りをしていきます。つきましたね。でねここでね気密試験をやります。さすがにね一発目で空気が漏れてないっていうことはあんまないと思うので、どこがね穴開いてるかどうかちょっとはっきりさせていきたいと思います。やっぱりね空気がなんとなく漏れてる感じがするんですよね。ここの穴とか怪しいですね。さあこれをねどうやって犯人探しをしていくかっていうことなんですけど、まずねこちら溶接跡を平らにしていきましょう。慣らしていきます。このね変な棺桶みたいな形のね箱をね作ってたんですけど、なんかすごいですよね。こういう経験はなかなかできないですね。はい、水を使ってね空気出てないかどうか見ていきたいと思います。はい、バケツっていうかね容器に入れてやってみたんですけど、ほらすごいでしょエアー。もうバカバカ漏れてるんですよこれ本当に。いやーここまでちょっと漏れてるとは思わなかったな。漏れすぎだろさすがにジャグジーみたいになってますね。難しいな。はい、それではね中にねいろいろ塗料を吹いてみることにしました。まずね内部に安いねエナメルの塗料をねいっぱい入れます。ほら出てきちゃったでしょこれね。これエナメルの塗料です。これを中にめちゃめちゃ流し込んで、その中にさらにエアーを注入して目地を切るみたいな形でなんとかねエアーを止めることができました。でね表面に乗ってるのはねキパテですね。今回ですねほんとモザイク多めで見づらい動画になってるかと思うんですけど、銃刀法改正されまして、情報をね発信する側にも罰則が入る可能性があるということで、悪い人が見てる可能性があるんですよね。でエアガンなんですけど、実銃の作り方ではないです。本当にそうなんですけど、どういう解釈をされるかっていうのが本当にわからない状況なので、
このような動画の内容になっております。で、ご理解ください。はい、これね、何を作ってるかと言いますと、先ほどノズルね、もう1本買いました、僕。で、このノズルで何を作るかっていうと、簡易式のね、エアシリンダーを自作していきたいと思います。さっきのノズル部分の先端にネジ穴を切って、この穴をね、もう完全に塞いでしまいます。で、そこにエアホースと接続するとどうなるかって言いますと、ほら、すごくない？これ、ポン。ほら、ピストンになるんですよ、これ。シリンダーを簡易的に作ることができるんですね。なので、こちらのね、機構を使って、はい、バレットといえばね、砲塔がね、後退するんですよ。重心がね、打った瞬間ちょっとね、ブローバックするっていう機構がありまして、それをね、再現していきたいと思います。はい、こちら、あれですね、レール使いまして、スムーズにね、バレルが動くようにしていきます。で、バレルもね、後退しますので、その分ね、切り落としてね、後退させていかなくてはなりません。うわ、バレルもったいね。真っ二つに切ってしまいました。アルミ分厚いですね、これ。すごいな、本当に。こんな重たいの動くかな。エアの力使わないとね、動かないと思うんですよね、多分。なので、こちらのレールの方に、このアウターバレルごと固定して、なるべくね、その、摩擦が生まれないようにしていきたいと思います。で、ベアリングが入ってますので、軽く動くんじゃないかなと予想してるんですけどね。家具とかの引き出しに使うレールですね、これ。なんで、結構動くんじゃないかなっては思ってるんですけど、はい、これ分解してたらね、ベアリングの玉出ちゃいまして、またこれベアリング一個一個入れて戻さないといけないんですよね。やっちまったーって感じです。本当に玉ね、一個一個入れなきゃいけないんですよ。どうやって戻すんだこれみたいな感じで小1時間考えましたね。一個一個入れながら左右をね確かめながら戻していきたいと思います。テーブルで作業すると玉なくなっちゃうんで、もう床でやってますね。はい、どうでしょうか。治ったかな。スムーズに動いてますね。いいですね。これでブローバック機構といいますか、作っていきました。どうでしょうか。でね、こちら先ほどのねエアシリンダー自作のものと固定していきます。こんな風にね動かすことができます。ネジでね固定していきます。で、スプリングね、リターンスプリング、ちょうどいいねスプリングがあればいいんですけど、これをねちょっと選定するのに苦労しました。これどういうね理屈で動いてるかって言いますと、発射した時に陰圧になるホースがあるんですよね。エア発射用に使うエアがなくなると圧が下がりますんで、そう下がった時にそのシリンダーが後退するっていうことで、その力を使ってね後退機構を作っております。なのでね、ガス圧によってちょっとスプリングの強さがまた変わってくるんですよね。この辺がね難しかったですね。どれぐらいの交代量を取るのか。はい、一応ねこんな形で落ち着きました。ブローバックしてますね。遅いんですけど一応重心も動いてます。いいね。なかなかないんじゃないかな、重心動くバレットってね。はい、じゃあねガスタンクの方、こちらトラックベッド、これね最強ですね。僕が知ってる中で最強の被膜を誇る塗料なんですけど、トラックとかの後ろ荷台のねコーティング剤です。はい、これをねガスタンクに塗っていきます。これがねめちゃめちゃ強固で、しかもこうちょっとザラザラの加工になるっていうか表面になるんですよね。ゴムっぽい表面になります。なのでグリップ力もあるしゴムっぽく見えるので、こういう機構にしました。それじゃあね品ね組み立てていきます。こちら両面テープでね固定していきたいと思います。ネジをねネジ穴切っちゃうとねまたガス漏れちゃうので、はい、ちょっと両面テープで我慢してください。組み立てていきましょうか。一応ねバレットガス、ハイバレットガスですね、こちらを注入ノズルから入れます。普通にガス入りますね。
漏れもないですし大丈夫ですね。動いてますなんとかね動かせるようにはなりました。いいですね、動いてますね。いい。ただね、あんまり実用性はなかったかなっていう、一応外部ソースじゃなくても打てるよっていうような形で作ってみました。一応完成です。夕日に映えますね、バレットが。いや結構大変だったよ今回。これね苦労して作ったガスタンクです。意外とね違和感なく仕上がってるんじゃないかな。ボルトがねちょっと生々しいんですけど、なんかマズル付近の形状が皆さん違うのをお気づきになったでしょうか。中身もねこのような形になってます。マズルにね僕なんかねつけちゃったんですよね。この後ねご紹介します。マズル何がついてるんでしょうか。 BB 弾を入れて打っていきたいと思います。 BB 弾入りましたね。いや重てえな、本当に本体めちゃめちゃ重たいですね。5、6キロあるんじゃないかな。重量増えましたね、いろいろ部品入れたので本当に重たい。初段チャンバーに装填して、こちらがね秘密のマズル部分につけたユニットでございます。皆さんねお待ちかね、こちら爆炎ユニット、スモーキーウルフさんのねこちらスモークハイダーですね。フラッシュハイダーとスモーク一緒に出ることによってマズルフラッシュを再現するというものですね。煙出るのねいいですよね。キラキにね気軽に楽しめますので。じゃあね BB 弾入れて打っていきたいと思います。やばくないですかこれ。いいよねこれ。やばいでしょ。砲塔もね交代してるし、マズルフラッシュも出て煙まで出ちゃって、ほんとね打ち応えやばいですね。でねブローバックがね意外と鋭い。ボルトが重たいからか知らないですけど結構体にずしっとくるんですよね。アウターバレルも動いてるのでブローバック体感2倍ぐらいの衝撃になったかな。強いですね。面白い。これじゃあね空いてるスプレー缶をバレットで打っていきます。距離がね3メートルぐらいですね。近い距離なんですけど当たるかな。さあどうでしょうか。打っていきたいと思います。弾がまず出るのかっていう話ですけど、こんなミラクルショットすげえ。スプレーの先端のとこだけ飛んできましたね。当たったんですね。これすげえな、ミラクルショットだな。いや楽しいぞ。なかなかねスプレーを倒すまでの初速はないっぽいですね。狙って撃てばなんとか当たるかなという感じです。打ち応えが半端ないですね。いや楽しいなこれ本当に。でね初速あんまり上がらないようにですね、こちらピスコのね固定ガスレギュレーター内蔵しております。いいね。ペットボトルにもどんどん当たっております。なかなか腰ダメじゃ当たらないのでこれちょっと構えて打ってみたんですけど、いいね気持ちいい。打ってる感がやばいですね。一応ですね初速測っております。 0.25g 弾で82前後ということで初速が落ち着いております。ガス圧がですね上がると初速が上がる可能性もありますので、内部にピスコの0.45 気圧 0.45MPa に固定するレギュレーターを内蔵しております。これによって気温外気温等々上がっても初速が上がらないようになっております。今回ですねエアガンの内部に手を加えるようなカスタムだったと思うんですけど、
こういうねやり方をね公開するっていうこと自体がなかなかその銃刀法に抵触するようになってしまった改正銃刀法でね、作り方というのを公表するのがあまり良くないというような書き方にされておりましたので、ところどころモザイクをかけております。真似しないでください、作らないでくださいということだけは言っておきます。よろしくお願いします。